1943年7月26日、ロサンゼルスは目をヒリヒリさせ太陽を遮る濃いガスに覆われました。パニックした住民は化学兵器による攻撃かと思いましたが、この雲は化学兵器ではなくスモッグでした。スモークとフォグが合体し、スモッグという言葉ができたのは20世紀初頭でした。この言葉は濃い灰色の煙霧でロンドン、グラスゴー、エジンバラなどを覆ったものです。この産業由来のスモッグは住宅の石炭ストーブや工場から排出された煙が空気中の水分と混ざった時に発生します。しかしロサンゼルスのこのスモッグは別物で黄色っぽく薬品臭がしました。この町では石炭の使用が少なく、スモッグ発生の原因は科学者アリ・ハーゲンシュミットが2つの元凶を特定するまで謎でした。原因は VOC 揮発性有機化合物と窒素酸化物でした。VOC は大気中に容易に揮発する化合物で、含有する元素は炭素、酸素、水素、塩素、硫黄などです。動物や植物により自然に生成されたり、人工的な発生源には溶剤、塗料、接着剤、石油などがあります。一方、自動車の排気ガスの不完全燃焼によって窒素酸化物が発生します。スモッグの黄色っぽい色はこれが原因です。VOC と窒素酸化物は太陽光に反応し、二次汚染物質のパンや対流圏オゾンなどを発生させます。パンやオゾンは目を刺激し、肺組織を傷つけます。いずれも高化学スモッグの成分でロサンゼルスを覆っていたものでした。なぜスモッグが発生する町としない町があるのでしょう。産業・高化学スモッグの発生は人工的な汚染に加え、気象や地理条件に左右されます。湿度の高いロンドンは産業スモッグが発生しやすく、高化学スモッグの発生は都心部の風が穏やかで乾燥して暖かく晴天な場所です。太陽光に含まれる紫外線の放射がスモッグ形成の分子分解に必要なエネルギーを提供します。山に囲まれたロサンゼルスや盆地の中にある北京は汚染物質が停留しやすく、スモッグが問題となります。その理由には気温逆転という現象も挙げられます。暖かい空気が上昇する代わりに、汚染物質でいっぱいの大気が少し暖かい大気に阻まれ、地表近くにとどまる現象です。スモッグは目障りなだけでなく、目を刺激し、鼻や喉も刺激し、喘息や肺気腫などの症状を悪化させ、気管支炎などの呼吸器感染症のリスクを高めます。スモッグは幼い子供や高齢者に特に有害で、妊娠中の低出生体重児や先天性欠損症の可能性があります。高化学スモッグによる二次汚染物質は農作物を傷つけ、虫害も受けやすくなり、収穫高も減少させます。スモッグは文明化の代償だと考えられ、街を覆うひよこ豆スープ色のスモッグに慣れていたロンドンでは、1952年、ロンドンスモッグにより交通機関が何日も停止して、4000人以上が呼吸器疾患により死亡したのです。その結果、1956年の大気清浄法によってロンドンの一部で石炭の燃焼が禁止され、スモッグは大幅に減少しました。同様にアメリカでは自動車の排気や排気ガスの成分に規制がかかり、揮発性化合物の量とスモッグが減少しました。しかし今日でもスモッグは世界中の問題です。中国やポーランドのようにエネルギー源を石炭に頼る国では高濃度の産業スモッグが発生します。高化学スモッグや自動車の排気に含まれる微粒子は急速に発展する多くの都市、メキシコシティ、サンティアゴ、ニューデリーやテヘランで問題となっています。各国の政府は自動車の運転規制など様々な解決策を試みてきました。世界人口の半数以上が都市に群がる今日、公共交通機関への移行や化石燃料からの切り替えで呼吸がしやすくなるかもしれません。私たちの世界を救うツールと知識を使った次のステップは何でしょうか。具体的な行動については edo.ted.com/earthschool をご覧ください。